最近、日本ではドラマや音楽などを通して韓流ブームが再来しています。ですが、政治面では歴史的な問題もあって、日韓関係がそれほど良好ではありません。応援している俳優さんや女優さんが反日だったらと気にする人もいるでしょう。応援している芸能人が反日であっても気にしない人もいるかもしれませんが、どうせなら日本のことを好意的に思ってくれている方が嬉しいですよね。今回は親日と言われる4人の韓国女優さんについてまとめてみました。親日と言われる女優4選。それでは早速、スヨンさん、イジヤさん、ソヒョンさん、ジヨンさんの4人の親日エピソードをご紹介します。スヨン。少女時代のメンバーであるスヨンさんは親日派として有名です。彼女は少女時代として活動する傍ら、2007年からはドラマ止められない結婚に出演するなど女優業でも活躍中です。実はスヨンさんは少女時代としてデビューする前に河村隆一さんのプロデュースルート4にてデビューをされています。テレビ東京の朝やんという番組の企画で日韓ウルトラアイドルデュオオーディションに応募した彼女は、韓国人応募者7194人の頂点に立ち、高橋まりなさんとユニットを組みました。グループ名であるルート4は、仲が悪かった日本と韓国の架け橋になることを願ってスヨンさんがつけたそうです。当時12歳だった彼女は、一人で日韓の間を移動することが多く、小学生が一人で何度も渡航していることを怪しまれて、空港で取り調べを受けたこともあると語っていました。活動期間は2002年から2003年までで、あまり人気が伸びなかったため解散してしまいましたが、こうした日本での活動によって、流暢な日本語を喋れるように、もちろん、少女時代のメンバーの中では、一番日本語が上手で、今も通訳者を介さずに日本語で受け答えされています。確かに昔フジテレビの笑っていい共に出演された時もタモリさんと自然に会話していました。また少女時代のメンバーであるティファニーさんは日本の文化に精通しているスヨンさんの影響で日本文化に興味を持つようになったそうです。嬉しいですね。イジヤさんは2007年ドラマ太陽詩人記で俳優のペヨンズンさんの恋人役で女優デビューを果たします。順調にキャリアを積んできた頃、ソフキム・スンフンさんが親日派であったことが明らかになりました。事の発端はソフキム・スンフンさんが親日人名辞典に掲載されていたということ。親日人名辞典とは、韓国の民間団体親日人名辞典編纂委員会が日本統治時代に親日活動を行った人物を書籍として発表したものです。それにより、イジヤさんは世間からバッシングを受けることになります。さらに、イジヤさんの祖父母は育英事業に貢献した大資産家であり、現在のキョンギ高校の前身のキョンソン第一公立高等普通学校の理事を歴任し、学校法人イファ学園の理事を務めていたことが公になりました。ということは、孫娘であるイジヤさんも祖父母から多額の支援を受けているだろうし、イジヤさん本人も親日派なのではないかと思われますよね。そのため、ネット上では、親日派の家系だなんてありえない、親日派の孫娘なんて嫌だよねといった容赦ない攻撃を受けることに、イジヤさん本人が親日ですと語った事実は見つけられなかったので、真実は本人に聞いてみないとわかりません。もし本当に親日であったとしても世間的にも本当のことは言えないのかもしれませんが、ただ、太陽詩人記の日本放映を記念して東京、大阪で行われた記者会見では、ネイティブのような発音で日本語を話していました。途中通訳を介しながらの受け答えもありましたが、日常会話程度なら話せそうです。反日であれば、日本語を勉強したいとは思わないと思うので、少しでも話せるということは、
日本に親しみを持ってくれているのかもしれませんね。ソヒョン、ソジュヒョン。スヨンさん同様少女時代のメンバーとして活動しながら、女優、ソジュヒョンとして活躍中のソヒョンさん。少女時代のマンネであるソヒョンさんは、デビュー当時から日本好きだと公表しています。それは、ソヒョンさんの家族が親日だったことが影響するようです。幼い頃から日本のケロロ軍曹が大好きだったと語っている彼女は、日本のドラマが大好きで、日本にとても興味がある。いつか女優としてのだめカンタービレのような日本のドラマに出演してみたい。と韓国の番組で語ったこともあります。日本語の勉強は日本での活動をもっと楽しむために、と学びを深めていったそう。日本の文化に興味を持っているお母さんと一緒に勉強したそうです。優しいお母さんですね。東北大学在学中の最も感銘を受けた授業についての質問には、日本語の授業が最も楽しかったです。と答えるなど、いろんなところで日本について興味があると発言しています。努力の甲斐あって、ソヒョンさんの日本語は格段に上達していき、なんと、サイン会やコンサートでは通訳がいらないほど上手になりました。自分の気持ちを一生懸命日本語で話してくれるとさらに応援したくなりますね。日本語以外にも中国語、英語の3カ国語が話せるそうで、それぞれの発音もかなり上手だと言われています。日本の食べ物の中で一番好きなものは名古屋で食べたひつまぶしと語っていたソヒョウさん。一時は納豆にハマっていた時期もあるようです。ジヨン。カン・ジヨンさんは元からのメンバーで K-POP ブームの火付け役と言ってもいいほど日本で人気になりました。から脱退後は韓国で活動するのかと思いきや、日本を拠点に芸能活動を続けることに。日本語が堪能な彼女はすぐに女優ジヨンとして活動し、歌手 JY としてもテレビに出演されていましたね。映画暗殺教室や東京グールにも出演されていましたし、ドラマ地獄先生ヌーベイ、ドクター X、外科医、大門未知子、夜食男女など数々の有名ヒット作に出演。歌手活動としては、好きな人がいることをドラマのタイアップで楽曲提供していました。そんな彼女は、ご両親がもともと親日で、幼い時から自然と日本に好意的な印象を持ってくれていたようです。幼少期から日本の音楽番組や映画が好きでよく見ていたジヨンさん。ドイツに住んでいるという美人のお姉さんも日本への留学経験があり、日本語を話せるようです。カラとしての活動を広げていく中で、日本のものづくりの姿勢や日本の街並み、私たち日本人の人柄について惹かれたそう。嬉しいことに、ジヨンさんだけでなく、当時のカラのメンバーは全員日本が好きだと公表していました。日本でのデビューが決まった時、日本人講師から日本語のレッスンを受けていましたが、多忙になりできなくなっていったそうです。しかし、どうしても覚えたかったジヨンさんは、日本のドラマを見て、独学で勉強を続けます。インタビューの受け答えも、他のメンバーは通訳してもらっていましたが、ジヨンさんは、できる限り自分の知っている単語を使って、極力日本語で答えるように努力していたと語っています。その努力により、ジヨンさんが話す日本語は、発音、アクセントなど日本人とそう変わらないぐらいお上手です。さらに、彼女は、韓国語、日本語以外にも、英語、中国語と4カ国語も話し、曲の歌詞は日本語で書いているそうですよ。ここまで来るのに、どれだけの努力をされたのでしょう。本当に勉強熱心で、向上心が高い人なんだと思いました。日本の尊敬する歌手はユイさんで、好きな女優は天海祐希さんだそうです。現在は、日本の事務所との契約が終了し、エルライズという事務所に所属されています。また、日本で会える日を楽しみにしています。まとめ。
いかがだったでしょうか。親日と言われている女優さんたちは、生まれ育った環境がすでに親日派だという方が多かったですね。この4人の方以外にも、親日の女優さんはおられますが、その方たちも、もしかしたら家庭環境的に親日なのかもしれません。まだまだ日韓関係は良好とは言えませんが、親日という言葉がなくなって、当たり前に韓国と良好な関係が築ける日が来ることを願っています。今回は女優さんをまとめましたが、俳優として活躍されているチャン・グンソクさんやカン・ドンウォンさんなども親日派ですので、ぜひチェックしてみてください。